上だったりとか、あとはスタッフから見られてるので、見本となる、まずは背中を見せるところからっていうところで、見本になれるように見られてるっていう意識を持って働いてます。なるほど。今取ってる部分、一応食べれなくはないんですよ。全然ここも食べる人は食べると思うんで、でも見た目と、味もちょっとえぐみあるんで取ってるってだけで。メロンを授けるメロンの何？そうです。だからさ
作ったよ最初の方。炭やってたからじゃない？僧侶を務めますという誠実の心。ご苦労様です。変わりありませんかという気合いの心。じゃあ今日は日和とかけるくん裏で中さん前でお願いします。山はないね。はい、じゃあオープンお願いします。はい。ドリンク落とし2つです。はーい。でかいのもあるんだね。揚げいきます。
願いします。はーい。お客様ご来店です。はーい、いらっしゃいませ。お飲み物いかがなさいますか？またお願いしてもいいですか？またお願いします。はい。お席でお待ちください。テーブルチェックの方面お客様もお次をお会計お願いします。はーい。価格お説です。アスパラ。お作り3点盛り。とりあえずそれで。はい。かしこまりました。お待ちください。離れのお客様、ハイボール追加です。はーい。離れヤングコーン行きます。焼き上がりは経験です。経験感覚と目で見てって感じですね。ホイールとかもすごいな。ホイール
まあでも、はい私の前の代まで全員おばあちゃんがいるんですけど、まあ血に繋がってるわけじゃないんですけど、から教わった時はなんかこれどのタイミングでひっくり返すんですかって聞いても、感覚ってしか言われなくて、でも大体自分でやりながら何分ぐらいかなっていうのをやって今は大体の時間で。はいはいはい多少大きさで時間変わるんですけど、大体の時間でひっくり返す時間決めてやってる。教える時もみたいな。そうですね。そういうのがあった方が自分の次の世代とかにも教えやすい会社に関しては一応不動産だけの会社なんで、資産はね、まあ負債もありますけど、返済してくれるっていうか、まあ黄金株、黄金株その後は急にお待たせしました。ヤングコーンです。こちらお塩でお召し上がりください。内側の薄い系と皮も食べれます。ぜひお召し上がりください。舞台にまた違った雰囲気でいろいろと学ぶこと多くて、いろんなことやらせてもらってるんで、料理以外にいろいろやらせてもらってるんで、だいぶ勉強になってます。いいですね。スタッフもみんな優しく教えてくれてますね。はい。どうした？3番のいくらご飯いきます。ごめんね、大変お待たせ。事前にちょっとジャブは打ってたから、ジャブは打ってた。それは全然だって僕帰国したの4月15やもん確か。1年前。月曜日に帰国して水曜日が家庭を考えたから。いやいや LINE してた。はーい。お待たせしました。お待ちね。炭でしたらお下げしてよろしいですか。はい。お待たせしました。長芋です。表面軽く味付いてますが、お好みでお塩やマヨネーズをつけてお召し上がりください。お飲み物追加大丈夫でしたか？なるほど。インジがこれだからすごいです。でももっとすごい時は、外に3名、2名、2名、2名が並んでたりして。結構長蛇で並んじゃう。今日はタイミングよく空いて入って空いて入って入ったんで。すごいですね。大隅さんは結構長いですか？いや、ここは2年目でで会社に入って、3年目なんですけど、今年で3年目になるんですけど、最初は裏の杉の目の料亭で調理場で入ったんですけど、途中からこっちに移動して焼きを教えてもらってっていう感じです。ここからはもうずっと焼きロバタをはい。ずっとやってるんですね。ずっとやってます。もともとやりたかったとかもあるんですか？いや、まさか自分がロバタの焼き物をやるなんて思わなかったです。最初は本当にじゃあロバタじゃなくて調理の和食の修行といいますか、なんか基礎はやっぱ和食で磨いた方がいいかな。所作とかだったり物の扱い方は和食かな。で途中から何回かこっちにヘルプで来ることはあったんですけど、楽しいなーっていう感じで、そしたら焼きもやるかっていう感じで、はい、じゃあそれがきっかけだったんですか？はい。逆に和食だと
結構やっぱり最初の方は、例えば、鍋磨きからとかお掃除からっていうのが多いと思うので、逆に焼きをやらせてもらうのはなんかありがたいな。話しかけるようにはしてます。できる限り。忙しい時は本当喋れないんですけどそうですよね。今はちょっとゆとり出てきたんで、ちゃんとみんなと会話していこうかなって感じでたまたま集まったのがこのメンバー、言ったこともやってくれますし、私が気づけなかったこともやってくれますし、私が言おうって思ったらやりましたとか言ってくれるとありがたいなって思います。氷水にお願いします。はーい。これ終わってるのね。お餅食べます？よかったら。お腹空いてますよ。お餅。よかったら。今ちょうど練習中なんで。いいんですか？ありがとうございました。ありがとうございます。調理師になりたいって思ったきっかけは、一番最初は父親の影響で、でも父は調理師っていうわけじゃなくてトラックの運転手をやってるんですけど、父親の夢が調理師だったんですよね。それで包丁ケースとか父の料理、いろんな場所、美味しい店の料理の真似をしたりしてくれてたんですけど、そういう姿を見て父親の夢を叶えてあげたいなって思い始めたのが一番最初です。札幌で一番古い炉端焼きなので、やっぱりみんなの印象は入った時におばあちゃんが焼いてるっていうイメージだと思うんですけど、もうそこは逆にギャップで売っていこうって思ってるので、入った時の「いらっしゃいませ」の声だったり、帰る時の「ありがとうございました」っていう明るい声だったり、ハキハキした動きをお客様に見せるように注意してます。五感で楽しんでいただくことを最近は意識してますね。入った時の雰囲気がまず多分最初に印象に残ると思うんですけど、雰囲気だけじゃなくて焼いている時の音だったり、私たちの明るい声、あとは焼き物を見てる目とか、あとはもちろん味を全て感じられる場所にすることは意識してますね。来ていただいてありがとうございます。またお待ちしてます。すいません、ありがとうございます。言ってくれたんだ。いや、ありがたいです。逆にこうやって来てくれるお客さんが
嬉しいですね。もう今まさにと思って。でもいやいいな。こういうのがあるからやっぱり頑張ろうって思えるというか、お客さんの反応、喜ばれる反応を見ることが好きなので、逆にそれ見て私が頑張れるなって思います。励みになります。